この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、シルバーヘアの色合いが綺麗なイラストですよね。チョップさんの作品で、暖かい橙でいいのかな？はじめまして、チョップと申します。私は色を塗るということがとても苦手で、アナログでばかり絵を描いていました。アナログといっても大層なものではなく、シャープペンで落書き程度のものです。しかし最近デジタルで色を塗ることに挑戦したいと思って描いた作品です。この作品は私が苦手である色塗りの中の光を描いてみようと思って描いた作品です。特に暖色の色が苦手で、どうにか上手に光を表現できないか考えた作品です。光を表現したかった作品なので、光はもちろん添削してほしいのですが、私の絵柄はあまり多くの人に気に入ってもらえる絵柄ではないと思います。どのように描いたら自分の絵柄を残しつつ、万人受けするような絵が描けるようになりますか？また、ありきたりな髪型になるのが嫌で、右と左で大きく前髪を変えているのですが、今考えると目隠れはよくある髪型ですし、色の塗り方や無理やり生やしたような髪型で不自然です。不自然にならないありきたりでない髪型の描き方を教えていただけると嬉しいです。他にも不自然なところがたくさんあると思いますので、そこも添削してもらいたいです。とのことです。はい、そんなにね、不自然な感じはしないので大丈夫ですよ。まずですね、苦手な技術にあえてチャレンジしようというチョップさんの挑戦の心が素晴らしいですね。特に苦手な色って使うのが躊躇してしまうと思うんですが、負けずにね、暖色を使っていくという姿勢、素晴らしいと思いました。あとね、細かい色に関しても結構綺麗な色が使えていて、特にね、髪色はシルバーヘアの微妙なトーンを使い分けできているので、色が綺麗だなという風に思いました。その点もね、いいと思います。でね、チョップさんが気にされている2点。光の表現とありきたりな髪型になってしまうという問題なんですが、これですね、結構簡単に解決できると思います。それぞれポイントがありますので、添削をしながら解説していきますね。それでは早速、いってみましょう。まずは光の表現についてなんですが、光を意識的に表現しようとする場合、最初は結構ね、大げさにコントラストをつけちゃった方が光って意識しやすいと思うんですよ。で、光を描こうとするときに大事なのは、光を描こうとすることよりも、むしろね、影を描いていくことです。強い影ができるほど強い光を感じることができるからです。なのでまずは影を描き加えていきましょうか。こうです。はい。まずですね、影をこんな風に濃くしてみました。これによって光の存在も際立たせることができると思います。あとね、今回はわかりやすいように、おでこより上を光の面、そしてそれよりも下を影の面というようにしました。これね、あえてわかりやすくするように、こんな風に光と影、かなりバッキリと分けましたが、元のね、光の当たり方のように、左半分が光の面、そして右半分が影の面というようにしても問題はありません。はい、続きやっていきます。次は光が当たっている部分をより明るくしてみましょうか。やってみます。はい、こんな感じです。影を濃くしたことによって光が当たっている部分がより明るく、はっきりと浮かび上がって見えてきたと思います。さらにね、髪の毛の一部についてももう少し明るく調整していきます。こうです。はい、こんな感じ。ちょっとね、くすみがちな襟足の部分をこんな風に反射光を加えることで明るく持ち上げてみました。これね、光の回り込みを表現することによって、この部分がくすみがちなのを持ち上げる効果と、あとは輪郭を強調する効果があると思います。さらにもう少し光を強調するために赤みもところどころ足していこうと思います。やってみます。はい、こんな感じです。陰影が徐々に整ってきましたね。この首の下の影もですね、この辺も光の回り込みで、少しサイドをアップしてあげてもくすみが取れていいかもしれませんね。
ちょっとね、全体的に色がくすんじゃったなっていう時には、光を利用して少し彩度を一部上げてあげても良い雰囲気が演出できると思います。試してみてください。はい、まだですね、全体的にぼんやりした雰囲気は変わんないと思うんですが、そのあたりは後でしっかりと書き込んでいくことにして、まずは全体の雰囲気を整えていくという手順で進めていきます。実際にですね、絵を描いていく時には特にそうなんですが、一部だけをがっつりと仕上げて、その後で背景を付け加えるという描き方ではなくて、全体的に同じように手を入れていって、まずはイメージを固めてから細部を書き込んでいくという描き方をすると、失敗がなくていいと思います。なので今回も、ある程度キャラが整った今の段階で、背景の色についても調整してしまいましょう。描いてみますね。はい、こんな感じ。背景についてですが、さっきみたいに何もない紺色の背景でももちろんいいんですが、光をより強調したいのであれば、例えばこんな感じで円形に何かぼんやりと映っているような光の粒を描いてあげても雰囲気が出ると思います。これちょっとしたことなんですけどね、街を歩いているシーンなのかなっていう風に想像が膨らんで、シチュエーションを想像しやすいようになるのもいいですよね。さらに光を強調するように、ぼんやりと光の交際を追加していきますね。はい、こんな感じです。イラスト全体の雰囲気はいい感じに整ったと思います。ではここから詳細な書き込みを追加していってみましょう。チョップさんがおっしゃっているありきたりな印象を修正することにもつながってくるんですが、なぜね、最初の状態でありきたりな印象がしたかというとですね、これ単純にですね、書き込みが足りないからという理由もあるんですよね。書き込みが足りずにぼんやりとした状態っていうのは細部の特徴が決まってない状態とも言えるので、よっぽどね、シルエットが特殊でなければ特徴を出すことっていうのは難しいと思います。この絵の場合に特徴が出る前に書き込みをやめてしまったので、ありきたりな印象で止まってしまったという言い方が正しいと思いますね。はい。ではですね、はっきりと書き込んでいくために、まずは顔の輪郭から書き込みを行っていきますね。やってみます。はい、こんな感じ。次に目を描き込みます。目はですね、結構まつげが印象的に描かれているんですが、一旦陰影をしっかり整えるために、まつげの上から描き込んじゃいますね。まつげは後で追加するので心配しないでください。はい、こんな感じです。いつも言っていることですが、目の書き込みはすごく重要なので、しっかりと書き込むことを意識しましょう。さっきの状態だとですね、ちょっとまだ書き込みが足りないように感じます。で、今消してしまったまつげですね。こうしちゃいましょうか。はい、まつげを描き加えました。さっきはですね、上まつげも全部上を向いた状態だったんですが、どちらかというと上まつげは下を向いていた方が自然かもしれません。これはですね、好みの問題もあると思うので、絶対に下を向かせるべきというわけではありません。それとですね、ポイントとしては、まつげのこの中央の部分と左右の部分、ここの明るさを変えてあげることです。このように真ん中を明るくして端っこを暗くすることで、まつげにもね、立体感をプラスできますので意識してみてください。次は眉毛です。ここもね、細かいですが書き加えていきましょう。はい、こんな感じ。それと鼻と口についてもちょっとね、存在感が薄いかもしれませんね。ここも少し濃い影や線を使って強調してみましょう。はい、こんな感じですね。
ちょっとの変更ですが、これだけでも表情が見えるようになって、ありきたりな印象は緩和していきますよね。ありきたりっていうのは、どっちにでも取れる状態とも言えるので、しっかりとこういう形をしていますという書き込みを確定していくことで、ありきたりな印象はなくなっていくと思います。さあ、その考えをもとに髪の毛の形もしっかりと確定していきましょうか。それによってありきたり感がなくなっていくと思います。やってみます。はい。まずは髪の毛の毛束をはっきりと書き込んでみました。あえてね、少し特徴を持たせたかったら、こんな風にね、少し外跳ねしている部分、こういう毛束を追加してあげても特徴的な印象がプラスできると思います。あとはですね、毛先ですね。毛先の印象ってかなり強いので、ここをちゃんと書き込んであげると、ありきたり感というのはぐぐっと減るように思います。やってみます。はい、こんな感じ。さらに微妙な陰影も追加して、髪の毛の形状をはっきりさせていきましょうか。続き書いていきます。はい、こんな感じです。細かい処理ですが、こういう調子を入れることで、影がはっきりしてぼんやりした印象がなくなりますよね。あとはこれも細かいですが、細い毛も追加してアクセントを追加してもいいかもしれません。こんな風に。はい、こんな感じ。それと襟元の装飾ですね。これもちょっとぼんやりしているので、形状をはっきり整えてあげますね。やってみます。はい、意外と書き込んだつもりでいて、実はまだ形状がはっきり書けていない場合って結構あるので、そこは注意してみてください。で、最後、トーンカーブでコントラストを調整してあげると見栄えよく仕上げられると思います。微調整してみます。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？キャラクターのシルエット自体はね、全然変わっていないのに、このね、色と細部の書き込みだけで、かなり印象が変わったのがお分かりいただけると思います。ありきたり感はなくなりましたよね。はい、ということで今回は光の表現をうまくするにはどうすればいいのか、そしてありきたりな印象をなくすにはどうすればいいのか、その2つのポイントに着目しながら添削してきました。まず光の問題についてなんですが、光を表現するためにはまず影をしっかり描く必要があります。影が描けているから、その対比として光を浮き立たせることができるんです。そのためにもね、背景をぼんやりとでも追加してあげることもポイントでしたね。そしてもう一つ、ありきたりな印象を減らす方法として、ありきたりな印象というのははっきりと書き込みがないせいで発生している。どうとでも取れるぼんやりとした印象のことだと言いました。実際そこまでね、奇抜な髪型をしていなくても、書き込み一つでありきたりな印象をなくすことができますね。はい、こんな風に。まあでもね、一個補足するとしたら、ありきたりな印象が悪いというわけではありません。よく見る髪型だとしても、それを魅力的に描けているかどうかの方が100倍重要です。それで言うと、奇抜な髪型っていうのはむしろですね、絵としての魅力がない方に行きかねませんので、ありきたりな髪型をいかに魅力的に描けるのかという視点で描いた方が、チョップさんの絵をより魅力的に見せられるようになると思いますよ。ぜひ、今回の添削活かしていただけると嬉しいです。また今回
回は陰影表現、ライティングについてもお伝えしました。どういうライティングにしたら魅力的な演出ができるかわからない。もっとパターンが知りたいという人も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、イラスト、簡単な影の付け方5選がおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。